検証実験の結果が芳しくないってことを神崎先生に正直に言ってみたら。先生を失望させたら自分の将来にマイナスになるんじゃないかって。自分がしてることは許されるのだろうか。ごめん、聞いちゃった。先生の仮説は素晴らしいに決まってる。きっと僕の実験の方に問題があるんだ。志村君、一人で苦しまないで。当時私たちは修士の2年目、同じ研究室に所属していた。私は彼の力にはなれなかった。私はもう研究から離れたけど、もし後輩たちにしてあげられることがあるとすれば、あの出来事を言葉に残すことだと思う。当時大学院生だった私が所属していたのは、細胞を培養することで発生のメカニズムを研究する発生生物学の研究室。主催者は神崎茂雄教授。我々が今扱っているのは多能性幹細胞から肝臓のオルガノイドを作る研究だ。オルガノイドとは、試験管内で幹細胞を培養して作る極めて小さな、いわばミニ臓器。心臓、腎臓、胃などさまざまな臓器を作る研究が進められている。その中で複雑な働きをしている肝臓は分化の誘導が難しい。より完成されたオルガノイドを作ることができれば、創薬やがん治療など医学への貢献は大きいんだ。しかし実はこの数年、神崎先生の研究は大きな壁に直面していた。可視化したのがこちらの図になります。酵素活性を測定するという先生の分析だけでは、肝臓の機能の一側面しか見ていないということになりませんか？ちょっといいですか。細胞が分裂し肝臓になるメカニズムを遺伝子のレベルで網羅的に解明するべきではないですか。などと指摘されることが増えていたのだ。肝細胞が増殖していくと見た目も変化し、さまざまな臓器の細胞へと育っていく。その変化した細胞ごとに調べて肝臓になっていくプロセスを明らかにしようというのが神崎先生の研究だ。しかし技術の進歩によってその変化を引き起こす遺伝子を調べることが可能になった。最新技術は一つ一つの細胞ごとに遺伝子の発現量を明らかにできるため、幹細胞が臓器へと分化していくプロセスをずっと緻密に調べられる。ただしそのためには膨大なデータを解析するデータサイエンスの知識が不可欠だ。発現する遺伝子の数は数万にもなる。その中から重要と思われる遺伝子を割り出すにはデータサイエンスの助けが必要なのだ。網羅的に遺伝子の役割を明らかにするのが今の主流。先生は悩んでいた。自分のやり方が最先端から外れてきていることは私だって分かっている。できれば自分できちんとデータサイエンスの勉強がしたいんだが。勉強がしたくても時間的な余裕がない。ああ、授業や実験以外に教授職に伴う業務も多くてな。大学教授って自由になる時間が多いイメージがあるけどな。とんでもない。大学のための仕事もあるしな。しかし随分弱気だな。神崎は幹細胞研究で輝かしい実績があるじゃないか。ああ、このままだと積み上げてきた自分の実績が無になってしまうような。
そんな記載してるんだ。研究と教育、それに教授としての業務、どういうバランスにすべきなのか。その突破口として神崎先生が希望を見出したのが、データサイエンスの研究者一ノ瀬浩二先生との共同研究だった。データサイエンス、それは数学や統計学、プログラミングなどの専門知識を組み合わせて大量のデータから有益な情報を抽出し分析する学問です。神崎先生は一ノ瀬先生が他の分野との共同研究に前向きだという話を聞くや、研究予算を懸命にやりくりした上で、そこで一ノ瀬先生、私と一緒にオルガノイド研究をやりませんか？ええ、ぜひご一緒させてください。始める予定だった共同研究の話が頓挫してしまったところで、こちらからお願いしたいくらいです。頓挫ってどうしたんですか？資金の手当てが大変だったのと、私もちょっと意地を張ってしまったこともあって。そうでしたか。私は頑張って資金を確保しますよ。自分の研究を進める上で今度の共同研究は重要ですからね。幹細胞は刺激を加えると多様な細胞に分化していくんですが、そのメカニズムは極めて複雑なんです。それでなかなか研究が進まなくて。だったら一つ一つの細胞ごとに遺伝子解析をすれば新しい道筋が見えると思います。ちょっとこちらを。腎臓のオルガノイド研究で遺伝子解析した時のグラフですけど、培養して数日後に注目する遺伝子発現を明らかにすることができるんです。はっきりターゲットがわかるんですね。まあでもこれでわかるのは遺伝子の発現量が変化しているというだけで、具体的に何をしているかはわかりませんけどね。それは私の研究の得意分野だ。その遺伝子をノックアウトして培養すればいい。つまり狙ったターゲットの機能をなくすことでどんな変化が起きるのかを調べれば役割が明らかにできるはず。こうして共同研究が決まった。共同研究が決まってこれからみんな忙しくなるぞ。はい、よし、君たちもな。先生、肝臓オルガノイドの研究が進むと具体的にはどのようなことに役立つんですか？正木さん、そんなことも知らないの？志村君は知ってるの？病気の原因とか発病のプロセスが分かったり、薬の代謝のメカニズムも調べられるんだ。だから新薬の開発にも活かせるんですよね、先生。今の回答には A をつけよう。これまでは発生の神秘に見せられてばかりだったけど、これからは医療に直接役立つ情報を届けられるかもしれない。そう思うと身が引き締まるね。先生はどちらをやりたいんですか？基礎研究こそ大事だと思っていたが、やっぱり応用研究はインパクトがあるね。患者さんの治療に近づく研究だからね。応用研究がうまくいけば世の中のためにも大学のためにもなる。一石二鳥になるんだ。新しい未来に思いを馳せる言葉だった。そして神崎先生や助教の桜井千尋先生が目指していた幹細胞から肝臓のオルガノイドを作る研究。その研究に一ノ瀬先生のデータサイエンスを盛り込んだ実験が始まった。神崎先生、第一弾の解析結果が届いたんですね。ああ、遺伝子の発現の変化が実にダイナミックなんだ。こんなにたくさんの遺伝子が発現してるんだな。なあ、志村君。はい。あれ？志村君、どうかしたの？いや、新たに見つかったこの細胞の中でこの遺伝子発現量が飛び抜けてますね。うん？ああ、確かにかなりの量だな。やがてその遺伝子が神崎研究室に大きな熱気を生み出していくことになった。
ますますます。この数日あの遺伝子がなぜあんなに発現したのか考えてきたんだが、よく考えるととても説得力のある説明ができるかもしれない。僕は昔神崎先生は過去の研究でその遺伝子に遭遇していた。当時はその遺伝子の役割が分からず、結局そのまま放置していたのだった。なんでこれまで気づかなかったんだろう。そうだよ、考えてみればその通りだよ。先生、それじゃあその遺伝子の解明に取り掛かりますか？うん、この遺伝子をノックアウトすれば大きな影響が出るはずだ。そこで生じる変化を調べていけば、この遺伝子の役割がはっきりしていくと思う。なるほど。そこでその実験を担当してもらうのは志村君。はい、やってみるか？ありがとうございます。よろしく頼むよ。頑張ります。志村くんよかったわね。あ、いいなあ志村は。この実験がうまくいけばトップジャーナルの掲載決まりかな。下世話なこと言わないの。検証実験が成功すれば尊敬する先生の期待にも応えられるし、成果がトップジャーナルに掲載されれば僕にとっても大きな実績になる。志村くんへの期待は大きいわよ。そろそろ電子ラボノートの研修の時間だ。あれか、パスしようかな。単位増えるわけじゃないし。そう言わず行こうぜ。いきますか。よし、行こう。ゴー。実験データのほとんどは電子化されているのに、研究ノートはうちの学生もほとんど手書きでしたよね。こうやって実験結果を印刷してわざわざ貼るのって今時非効率でしょ。それに字汚い。大きなお世話だよ。それでは神崎先生に来ていただいたので一言お願いします。今後は櫻井先生の指導のもと、今回の検証実験も論文も全て電子ラボノートを使ってもらう。まあ最初は慣れないと思うが、新しいことに前向きになるのは大事だからね。じゃあよろしくね。研究は古典的な方法なのにその反動かな。質問いいですか？どうぞ。この前研究倫理の研修を受けたんですけど、電子ラボノートに変えるメリットって不正防止ってことですか？電子ラボノートを導入しただけでは不正は防げないわ。それなのにわざわざ導入するんですか？好ましくない研究行為とかうっかりミスに対しても電子ラボノートはなかなか役に立つわよ。自分の身を守ることにもつながるしね。どういうことですか？あなたの研究に疑問があると言われた時、単なるミスなのか意図的な不正なのか、研究のプロセスがしっかりとたどれないと研究の正当性を証明できないでしょ。実験して数ヶ月も経ってしまえば細かなところまで覚えていないのが普通よ。確かに。電子ラボノートならあなたたちだけじゃなく私や神崎先生もオンラインで確認できるからね。それじゃあ基本的な使い方から説明しますね。翌日から志村くんは幹細胞の検証実験を始めた。幹細胞を培養したら数日後には肝臓の細胞へと分化を始める。もしも注目の遺伝子が重要なら正常な分化とは異なる挙動が観察できるはずだ。え？肝臓の細部を分化せず幹細胞のまま増殖してる。
はい先生、おう、どうした志村君。最初の細胞サンプルが神崎先生の作業仮説を支持する挙動を示しました。本当か。はい。やったな志村君。確かに正常な分化が起こってない。君に頼んで正解だったな。はい、ありがとうございます。実に幸先のいい結果だ。あ、早速電子ラボノートにアップします。おお、それがいい。一ノ瀬先生にも伝えよう。まず一つ、作業仮説を支持する実験結果が出たよ。まあ有望な研究候補が見つかったとは言えると思いますね。糸口と言いますか。早く次なる有望なターゲットも見つけたいところだね。先を急がれたいお気持ちも分かりますが、まだ遺伝子解析も1回だけの結果ですから、ここは繰り返して確認しておきたいですね。君はやけに慎重だね。それに偽陽性の可能性もありますし。神崎先生、この遺伝子解析はあくまで予備的なもので、この結果を踏まえて研究の進め方を練る予定でしたよね。失礼します。神崎先生、会議のお時間です。おお、そうか。一ノ瀬先生、申し訳ない。また今度議論を続けましょう。あ、はい。いや、お忙しいところ失礼しました。いやいや、ご苦労様でした。一ノ瀬先生は年長の神崎先生に遠慮しがちなところがあった。先生も忙しいんだよな。あ、一ノ瀬先生。おお、実験頑張ってます。聞いたよ。いい結果が出たらしいね。まずは良かったよ。あまりに幸先良くてびっくりしています。この共同研究がうまくいけば、データサイエンスの有効性をもっと広められるし、僕も嬉しいよ。ありがとうございます。ちょっと急ぎの用があるんで失礼します。はい。普通に励まして終わってしまった。まあ方針を決めるのは彼じゃないし。今実験はどんな感じ？順調だよ。先生は早くも次の有望なターゲットを探しているところさ。このままうまくいくといいね。彼の目は輝いていた。少なくともこの時までは。しかしその後、志村君は思わぬ困難に直面する。おかしいな。あれから全然ダメだ。何度やっても最初に出た結果を再現できない。でもいいんじゃない？志村、うまくいけばたくさん論文が書けるな。え？どういうこと？だって今回のプロジェクトではいくつもの遺伝子が研究対象になるよな。遺伝子 A の重要性を扱う論文をまとめたら、遺伝子 B の重要性にスポットを当てた論文が書けるだろう。複数の論文をものにできるわけね。それだけの業績を上げれば奨学金獲得にも有利ね。それはリスクもあるわよ。サラミ論文と疑われる場合があるから。サラミ論文って即アウトでしたっけ？分割することが一概に研究不正とは言えないけど、まあ分割した方がいい場合もあるしね。そうなんだ。奨学金に応募しようとしている志村君の論文数を増やしたいという気持ちは痛いほど理解できた。じゃあ不正にならない場合もあるんですね。志村君、悪人顔になってるけど。彼は結果に焦っているようにも見えた。これもパッとしない。これもだ。おお、志村君。あ、先生。実験の方はどうだい？そうですね。最近取れたサンプルはこの辺りでしょうか。お
おおむね私の作業仮説を指示しているデータだ。この調子で頼むよ。はい。まああんまり来られなくて悪いが、でも電子ラボノートはチェックしておくから。ありがとうございます。じゃあよろしくね。はい。志村君は望ましいデータを選んで報告しただけだった。どうして先生の仮説がサポートできないままなんだ。最初の実験では仮説通りの結果が出たのに。実は最初の頃、まだ実験に慣れていない志村君はたびたび実験手順でミスをしていた。だから肝臓の細胞に分化しなかったのだが、肝臓の細部を分化せず肝細胞のまま増殖してる。遺伝子をノックアウトしたからだと勘違いしたのだ。それが実験を繰り返すうちに上達し、分化がうまくいくようになって、最初の結果を再現できなくなっていたのだ。そのことに志村君が、そして先生や私たちが気づいたのはしばらく経ってからだった。その事実に気づかない志村君は焦りを募らせていった。ダメだ、全然ダメだ。今回は僕のやり方が悪かったんだ。きっと実験に何らかのミスがあったんだ。次第に彼はデータを操作する誘惑に駆られていく。細胞分化の不調は入力せずデータに採用しなければいい。そうすれば先生の描くストーリーをサポートできる。これって不正行為になるのか。いや、不正にはならないはず。結果を見て採用するデータを選別するのはいいか悪いかはっきりしないグレーゾーンかも。いや、でも先生の仮説は素晴らしく合理的だ。ならやっぱり僕の実験の方に問題があるのかもしれない。何か電子ラボノートずっとチェックしてるんだけど気になるのよ。最近になって実験の回数が減っていること。毎日遅くまで頑張っているのになぜだろうと思って。このところ元気がないし。でも神崎先生は嬉しそうに言っていた。志村君の実験はおおむねうまくいってる。これらの要素からたどり着く可能性は一つ。志村君、意に沿わない実験結果を失敗として除外しているんじゃない？責めてるわけじゃない。困ったことがあったら何でも話して。一人で悩まないで一緒に考えよう。場所を変えた方が話しやすいかな。
はい。どうしたの志村君、顔色悪いけど。正木さんも一緒に来てくれる？でも志村君がいいのなら。こうして私たちは志村くんの事情を全て知ることになる。志村くん、一人で悩んで大変だったのね。先生の期待に応えなければいけないのに自分が不甲斐ないんです。一つの考えにとらわれすぎよ。もっと視野を広くすべきじゃないかしら。視野を広く？神崎先生の作業仮説に問題があるかもしれないじゃない。そりゃ可能性はあるけど。整理してみましょう。神崎先生の作業仮説に何か問題があるのか、実験のやり方が過ちがあるのか、あるいはそのどちらでもないか。それデータサイエンスでは特に気をつけないといけない偽陽性じゃないかって今思った。偽陽性？一つの細胞につき発現する遺伝子は2万から3万にもなるわ。その中にたまたま発現量が変化しただけの遺伝子が混じっていても不思議じゃないはずよね。そりゃそうですけど。つまり偽陽性ってことで先生のぬか喜びだった可能性もあるよね。共同研究者に相談するのが早いんじゃないでしょうか。一ノ瀬先生に？僕はとてもいけないの。単刀直入に言います。実は志村くん初日以降いい結果が出てなくて悩んじゃって。そうだったんだ。気になってはいたんだ。いろいろ考えたんですけど、一ノ瀬先生からいただいた初日の素晴らしいデータ、偽陽性の可能性ないかなって。よくぞ聞いてくれた。偽陽性のリスクは何度か神崎先生に伝えてあるんだ。そうだったんですね。偽陽性を避けるには検体数を増やすことが大事なんだけど、もう一度同じ分析をすることに先生はあまり気乗りしない感じで。それって分析の費用が高額だからですか？ああ、すぐに共同研究を始めるために神崎先生は予算でも苦労されてると聞いてる。だからってこのままでいいんですか？今はデータサイエンスの難しさを知ることよりデータサイエンスの有効性を実感していただくのが先かな。じきに分かってもらうと思うよ。そういうものなんでしょうか。神崎先生だって再現性の重要さはご存知だし、間もなく冷静になられるんじゃないかな。せっかく始めた共同研究でギクシャクするのももったいないよ。一ノ瀬先生どう思う？神崎先生にかなり遠慮されてますよね。そうね。きっと神崎先生もほどなく繰り返し解析を行うことに同意するだろうって思ってるんじゃないかしら。それできちんと実験すれば志村くんが最初に取ったデータが間違いだって気づくんじゃないかって。そう難しいですね。やはり分野が異なる2人が組んだ場合は十分に意見交換する時間を持つ必要があるのね。志村君にもう一度私のところに来るように言ってくれる？検証実験の結果が芳しくないってことを神崎先生に正直に言ってみたら？ええ。網羅的遺伝子解析を繰り返してもらうしかないと思う。でも先生は次のターゲットに進みたいんじゃないですかね。分析の費用も数百万円レベルと聞きますし。それは誰から聞いたの？でもお金のことは君が悩む問題じゃない。どう進めるか先生にも一緒に考えてもらおうよ。やったな志村君、君に頼んで正解だったよ。
志村くん、不安なんです。先生を失望させたら自分の将来にマイナスになるんじゃないかって。そうね、将来は大事ね。それはわかるけど、この研究は何のためにするの？肝臓オルガノイドによって患者を救いたい、社会に役立ちたいって神崎先生も言ってたじゃない。志村くんがどんな決断を下したのか。志村くんの葛藤とともに、ぜひ今あのキャンパスで学んでいる後輩たちに伝えたい。それが彼の経験を無駄にしないことになるはずだから。